つての軍事大国、ドイツ。近年までは、大軍縮の旗のもと、陸海空軍それぞれで弱体化が指摘されていましたが、ロシアのウクライナ侵攻を受けて、方針を大転換。なんと、ドイツ軍の増強のため、13兆円もの国防費を投じると発表しました。しかしながら、一度減らした軍備を拡張するには時間がかかるため、もうしばらくは今の戦力で自国の防衛と、NATO の活動を継続する必要があります。今回は、そんなドイツの陸海空全軍について、現有戦力を見ていきましょう。ブレイメン級は、その当時陳腐化していた駆逐艦やフリゲートを置き換えるべく、1970年代後半に開発されたフリゲートで、一番艦が1982年に就役、計8隻が建造されました。本艦は、オランダ国内で独自設計された、標準フリゲート、通称 S 級フリゲートをベースに開発され、基本性能は S フリゲートそのままに、ヘリ運用能力の強化など、対潜水艦船を意識したカスタマイズが行われています。また、搭載する手法は、広く世界の艦艇で使われている、オートメララ 76mm コンパクト砲、互艦防空ミサイルとして、艦橋前面の甲板にシースパローの8連装発射機、艦対艦ミサイルとして、艦中央の両舷にハープーンの4連装発射機、対戦兵器としては、連装魚雷発射管を搭載しており、マルチに対処できるフリゲートに仕上げた印象です。なお、防空用のシウスとして、格納庫上に2機のラムも後日装備されています。また、近代化改修によって、レーダーなどの電子装置類も換装されており、建造された8隻は、近年まで使用され続けていましたが、2014年から徐々に退役が進み、現在では一番最後に建造された、8番艦が1隻残るのみとなっています。その8番艦も、2022年には退役予定となっています。ブランデンブルク級は、欧州共同開発のフリゲート構想から脱退するといういつもの欧州あるあるを経て、ドイツが既存技術をベースに開発したフリゲートです。その艦両はステルス性の配慮がなされており、RCS、レーダー反射断面積については、ブレイメン級の1割程度に抑えられています。根幹の武器システムなどは、前述のブレイメン級を踏襲しているものの、搭載する武装は、ブレイメン級と同様の 76mm オートメララ単装砲に加え、対空ミサイルのシースパローは、16セルの VLS、垂直発射システムに格納され、これはドイツ海軍で初めて VLS を装備した艦艇となりました。対艦ミサイルは、ハープーンからフランスのエグゾセに変更され、2機の連装発射機を備えています。シウスについてはブレイメン級と同様に、ラムを2機搭載していますが、ブレイメン級が2機とも後部格納庫の上に設置されたところを、本級では、お互いの射角を補うように、艦の前後に1機ずつ配置されています。このブランデンブルク級は、合計4隻が建造されましたが、1番艦のネームシップ、ブランデンブルクは、1994年に就役しており、すでに30年近く経過することから、現代では能力が陳腐化していましたが、2010年以降、レーダーや戦闘システムなどの近代化改修を受けており、しばらくは第一線で使われるものと思われます。続いて、ドイツ最強のザクセン級。ザクセン級は、対空能力に重きを置いた防空艦で、その外見と性能から、ミニイージスとも称されます。本来は NATO 共同で開発する予定でしたが、これまたいつもの欧州あるあるによって脱退し、最終的にはドイツとオランダのみで開発したフリゲートです。艦橋4面に搭載された多機能レーダーは、目標の捜索、ミサイル誘導を一手に担っています。レーダーが使用する周波数は、探知距離が短い X バンドを用いていることから、探知距離は150キロと比較的短いものの、これを補完するために、早期警戒レーダーのスマート L も搭載されています。手法は、
前述のフリゲートたちと同様にオートメララの単装砲を1門と、対空用に32セルの VLS を搭載し、イージス艦などでも使用されている長射程ミサイル、SM-2、と、股間防空ミサイル、ESSM、の2種類の対空ミサイルを運用可能になっています。実はこのザク戦級、SM-2 の発射に失敗し、ロケットエンジンが VLS 内部で燃焼し、艦をひどく損壊する、という事故を起こしています。消火システムによって、VLS 内のミサイル誘爆は防げたものの、甲板及び環境が焼け焦げ、無残な姿となりました。原因は公表されていませんが、整備不良の可能性が取り沙汰されています。ドイツ軍では、海軍に限らず装備不足や稼働率の悪化などが深刻な状況となっており、メンテナンスがおろそかになっているのだとしたら、軍の弱体化を顕著に示しているものと思われます。バーデン・ユルテンベルク級は、非対称戦やゲリラ、テロ対応などを重視して、思い切ったトレードオフが行われ、シウスを除いた単艦の能力としての対空、対戦攻撃力はほぼありません。その一方で、長期間にわたる任務を少人数で遂行できるよう要求され、大規模なメンテナンスを受けずとも、ある程度の期間を稼働できる耐久性を持ち、母港を離れて2年間は、活動を継続できるとのこと。また、本級は今回紹介したフリゲートの中ではサイズが最も大きいにもかかわらず、乗員はザク戦級から半減しており、精進化に重きを置いた艦となっています。さて、続いて本級の武装ですが、手法は対地攻撃を念頭に、ザク戦級に比べて強化されており、混合型と同様の、オートメララ 127mm 砲を搭載しています。ただし、混合型は54口径なのに対して、本級では64口径と超方針となっており、新型の誘導砲弾にも対応し、その際の射程は100キロとなっています。また、非対称戦やゲリラ、テロ対応などを重視した結果、単艦の能力としての対空攻撃力はほぼ存在せず、ラムを艦の前後に1機ずつ搭載しているのみです。ちなみに、四方とラム発射機の間に空間があるため、VLS を後日配備する拡張性はあると見られます。ということで、防空能力は貧弱なものの、本級には高性能なレーダーが搭載されており、前後2つの上部構造物に2面ずつ、計4面が分散配置されています。このレーダーシステムの同時追尾可能数は、1500目標とのことなので、イージス艦と比べても結構優秀なのですが、これはあくまでレーダー性能としての最大値であり、この艦に組み込まれた状態でそこまでの性能を持つかどうかは不明。また、どんなに高性能だとしても、シウス以外の対空ミサイルを搭載していないので、宝の持ち腐れ感が半端ない。このバーデン・ユルテンベルク級ですが、情勢を読み間違ったフリゲートとも言われており、いくら非対称戦を重視したとはいえ、兵器が貧弱すぎて、ロシア海軍の活発化などには対応できず、用途はかなり限定されるものと思われます。ということで、ドイツ海軍では現在12隻のフリゲートを運用しており、老朽化や能力不足、稼働率の問題など色々あるものの、巡洋艦や駆逐艦を持っていないドイツでは、これらのフリゲートクラスが主力の戦闘艦となっています。ブラウンシュバイク級は、2008年に一番艦が就役したコルベットで、このタイプの艦艇としては比較的新しい部類に入ります。艦の大きさや能力から、本級の艦種的にはコルベットに該当するものの、艦番号にはフリゲートを表す、F が付与されていますが、まあコルベットです。ただし、アメリカの定義では満載排水量が1000トンより大きく、1500トンより小さい水上戦闘艦をコルベットと定義しているので、排水量1800トンの本級は、ちょっと大きめのコルベット、という感じでしょうか。要するに、フリゲートの小型版ですね。その外観は、非発見性を高めるためにステルス性に配慮して傾斜が付けられ、また、赤外線の放射を抑止するために煙突をなくして、エンジン排気は艦の側面の原則排気方式としています。本級の任務は、
バルト海などでの哨戒、洋上阻止任務となっていることから、搭載する武装は対戦兵器を省く一方で、スウェーデンが開発した新型の長射程対艦ミサイル、RBS-10を4発装備し、その射程は250キロと、ハープーンと同程度の射程を有します。その他には定番のオートメララ砲と、防空用のラムを艦の前後に1機ずつ搭載しています。ドイツ艦において、76mm オートメララ砲と、2機のラムの組み合わせは鉄板のようですね。本級は、最終的に9隻を建造予定ですが、不具合による建造遅れによって、現時点で浸水しているのは7隻で、うち2隻は未収益となっています。212A 型は、ドイツ唯一の現役の潜水艦で、AIP、非待機依存推進を採用したことで、日本の総流型と並んで、最も静粛性の高い潜水艦と言われています。ドイツでは本型を6隻保有していますが、その稼働率は極めて劣悪で、2017年時点では、故障や定期メンテナンスのため、6隻中5隻がドック入りとなっており、それに追い打ちをかけるように、唯一稼働していた1隻も、ノルウェー沿岸で潜航中に座礁し、艦尾の X 打の1枚が破損してドック送りに。ということで、一時期は稼働できる潜水艦が1隻もなくなるという異常事態になりましたが、2017年内にはなんとか3隻を再稼働させました。しかしその後も、ノルウェーのハーコンスバーン海軍基地から出港した際、艦隊の底と海底が接触し損傷を受けるなど、稼働率の低さは深刻なままで、現在に至っても、6隻すべてが問題なく稼働してるかどうか怪しいところです。ちなみに、事故が起きたとされるノルウェーのハーコンスバーン海軍基地は、北欧最大の海軍基地で、山脈の地下を掘削した洞窟型のドックなどを有する実戦型の基地であり、ドイツをはじめとして、NATO 加盟国の艦艇が頻繁に訪れるため、ドイツ海軍としても慣れた航路のはずですが、にもかかわらず事故が多いのは、ドイツの潜水艦乗りの士気や技術が低下している証拠、とも言われています。良くも悪くも、第二次大戦中に U ボートで西側諸国を震え上がらせていた時の面影は、完全になくなったと言っても過言ではないでしょう。オステ級は、1980年代に建造された古い情報収集艦で、通信、電磁波、信号の傍受活動、いわゆる資源等専門に行う艦艇で、ドイツ海軍では同艦を3隻運用していますが、艦自体やセンサー類の老朽化によって能力が陳腐化。近年ではあまり目立った活動はないようです。情報収集艦の解説は別動画でやっているので、詳しく知りたい方は、右上のタイトルや概要欄からどうぞ。ちなみにドイツでは、数年前から本級の後継艦の調達が検討されており、FDB424 のコードネームで呼ばれる新型艦を計画中で、艦に搭載されるセンサー類とは別に、UUV、水中無人機の運用能力を備えるなど、従来よりも広範囲での傍受活動が可能とされています。この他にもドイツ海軍では、掃海艇を12隻、大型補給艦を3隻、小型補給艦を6隻保有していますが、輸送揚陸能力を持つ艦艇に関しては、小型旧式の揚陸艇が2隻あるのみで、大型の輸送艦や揚陸艦の類は皆無です。そのあたりは、旧ナチスドイツの強烈なトラウマから、他国侵攻の意思がないことを示しているのでしょうか。ウクライナ侵攻を受けて方針転換したドイツが、今後どういった軍備を拡張していくのか、注意深くウォッチしていこうと思います。ユーロファイターは、その名の通り欧州の4カ国共同で開発された戦闘機で、小型の機体に大出力のエンジン2機を備え、高速での格闘戦闘能力が高いことから、F22 ラプターに次いで、世界2番目の格闘性能を持つ、とメーカーが自称している戦闘機です。しかしながら、
本機は開発国以外にも中東を中心に少数が調達されたものの、思ったほど輸出が振るわず、生産ラインの維持すら困難な時期もありました。ユーロファイターは、他の第 4.5 世代戦闘機と比べても遜色ない能力を持つとされていますが、そのお値段は決して安くなく、第三国がライセンス生産した場合には、1機あたり200億円、300億円というケースもあったようです。そんなに払うんなら F35 の方がいいじゃん、とか、もっとコスパのいい F16 とか、ラファール、グリペンを多く揃えた方がいいじゃん、など、競合する他機種と比べて、中途半端な立ち位置が影響したとも言われます。このユーロファイターは、共同開発のごたごたなどで開発が遅れ、ロールアウトした頃には他の競合機がすでに存在し、なんなら第5世代戦闘機である F22 ラプターの生産が開始されているなど、もう少し早く世に出ていれば評価が違ったことでしょう。ユーロファイターは、生産時期により、トランシェ、という名称でその能力の違いが区分されており、トランシェ1は初期の量産型。トランシェ2は、ソフトウェアの更新や兵器の追加搭載能力を得たタイプ。トランシェ3は、完全な対地攻撃力を獲得したタイプ。トランシェ4が、現在のところ最新のアップグレードモデル、となっています。ドイツ空軍では、トランシェ1を33機、トランシェ2を77機、トランシェ3を31機の、計141機を保有していますが、このうち初期型のトランシェ1に関しては、一部の部品製造がすでに終了しており、今後のメンテナンスに支障をきたすことから、最新版であるトランシェ4を新規生産し、2025年から段階的に38機を調達する予定で、トランシェ1を置き換えることになっています。ドイツ空軍では、東西ドイツが統一した直後こそ、ミグ29などソ連製の戦闘機を受け継いだものの、現在ではソ連製の航空機は運用しておらず、ユーロファイターが唯一の戦闘機となっています。兵器の調達が不安定な国においては、リスクを考えて複数機種を運用することが多いですが、ドイツがユーロファイターを調達できなくなる、ということはないと思うので、メンテナンス性やパイロットの連動維持を考えると、単一の機種を運用することのメリットは大きいですね。ただし、ドイツにおいてはそのメリットが活かされていないようで、2019年時点では、約140機のユーロファイターのうち、まともに飛べるのは4機のみと報じられるなど、スペアパーツの不足によって、危機的状況に陥っていた時期がありました。これは、緊縮財政による慢性的な防衛費の不足が招いた結果、とも言われますが、不思議なのは、ドイツの防衛費は日本とほぼ同等の5兆円程度を計上していたにもかかわらず、このような状況に陥ったということ。まあその辺の事情は、ドイツ陸軍の今、で詳しく紹介しているので割愛しますが、ドイツではこのような状況を受けて、必要な装備をより早く簡単に、必要な部署に直接届ける、として、装備情報技術運用庁の改革に乗り出しました。2021年に実施された NATO の演習では、ドイツのユーロファイターが10機ほど参加しているため、現在の稼働率はある程度改善され、数十機は稼働しているものと思われます。トーネードは、イギリスが主体で開発した戦闘攻撃機で、航空阻止を主任務としたものの、両撃機や攻撃機、偵察機としてもマルチに使われる航空機です。その機体は、エストール、短距離離着陸性だけでなく、速度性能も考慮した結果、可変力が採用されています。このトーネードの初飛行は1974年と古く、老朽化が進んでいるため、ドイツ軍では段階的に近代化が実施されていましたが、2016年に実施された近代化の後に、コックピットの補助照明に不具合が発生。パイロットの視力に影響を与えるほどに照明が明るくなったため、その当時、イスラム国の掃討作戦に参加していた機体は、夜間の作戦を実施できないという事態になりました。ただし、この問題が発生した2016年内には解決手段が確立されたとのことなので、おそらく現時点では解消されていると思われます。また、
これまで近代化を実施しつつ運用し続けてきたものの、機体自体の耐用年数が限界に達しつつあることから、イギリスではすでに全機退役しています。ドイツ空軍においては、2019年時点で飛行可能な機体は、2割、20機程度、という状況でしたが、トーネードの耐用年数を延長する改修を、2021年から開始しており、最終的には89機全機が延命される予定で、2030年までは飛び続けるようです。輸送機並びに空中給油機は、エアバス社の A400 アトラスが主力となっており、現時点で37機が運用され、残り16機が納入待ちとなっており、2026年までには全53機が揃うことになります。また、この他にも C130J スーパーハーキュリーズなど、複数の機種を保有しており、今回割愛した VIP などの人員輸送用も含めると、60機近くになります。まあドイツは PKO とか NATO とかに部隊を送り出しているので、これくらいの輸送能力は必要なのでしょうね。ちなみに、初期に納品された A400M アトラスは、不具合によって稼働できず、1機も飛べない時期もあったようですが、2019年頃からは徐々に改善しているようです。ヘロンは、イスラエルが開発した無人機で、各種センサーや傍受機材を搭載した無人偵察機として使われます。その運用は、GPS を使用して事前に入力した経路を自動飛行させることを基本としつつも、オペレーターによる遠隔操縦も可能。全長 8.5 メートル、全幅 16.6 メートル、最大速度200キロと、米国の無人機、プレデターに近いスペックとなっています。ドイツでは、このヘロンをイスラエルからリースし運用していますが、より大型で兵器の搭載も可能な、ヘロン TP に置き換えていく予定です。ちなみにドイツ軍では、ヘロンの他にも複数の無人機を配備していますが、今回は空軍編ということで、空軍以外で運用されているものは割愛してます。はい、ということで、ドイツ空軍の航空機を一通り紹介しましたが、一時は稼働率が絶望的となっていたものの、現時点ではだいぶ改善されているようです。加えて、13兆円もの防衛費が拠出されるということなので、今後はさらに稼働率の向上が見込まれます。とはいえ、トーネード戦闘攻撃機の後継として、FA18EF スーパーホーネットを買うだとか、いや、F35 にするだとか、フランスとやっている次期ステルス機の開発はどうすんねんとか、まあ色々と揉める要素は残ってそうなので、金の使い方を間違えなければいいのですが、レオパルト2は、世界に名を轟かせる超メジャーな戦車で、欧州を中心に各国に広く輸出されたことから、欧州の標準戦車、と呼ばれたこともあります。初期の配備からすでに30年以上経過しているものの、段階的に改修が施され、最新型の、レオパルト 2A7 は、重量が67トンにも達しており、同世代戦車の中でもかなりのヘビー級です。何気にアメリカの主力戦車、M1 エイブラムス、よりも重いのね。もしかすると世界最重量の戦車かな、と思ったけど、イギリスのチャレンジャー2は69トンもあるのね。ドイツでは、数十年前まで戦車を2000両近く保有し、13個もの装甲戦車師団を構成しており、戦車王国の名に恥じぬ戦力を維持していましたが、2021年時点では装甲師団は2個のみで、保有する戦車はレオパルト2が200両程度と、海軍国である日本の半分しか戦車を持っていません。さらに、そのうち稼働状態にあるのは100両未満とされていましたが、ロシアのウクライナ侵攻を受けて軍事予算が増大したため、近代化改修や保守部品の調達が加速するものと思われます。プーマは、後述したマルダーを置き換えるために開発された、ドイツ最新の早期式装甲車シリーズで、すでに300両以上が生産されたものの、現在では運用中止に追い込まれています。
2022年の演習で使用した18両のプーマすべてに重大な不具合が発生したことから、新規調達も中止された状況となっています。このプーマは世界で最も重く、最も高価な装甲兵員輸送車とも言われており、開発の遅れや技術的問題の多発により、その価格は当初から倍増し、20億円にまで膨らんだ挙句、最終的には生産中止に追い込まれたわけです。原因究明と恒久対策がなされたとしても、これ以上の価格高騰は許容できないので、メーカー側の責任で回収が進まない限り大量配備は難しいかもしれません。マルダーは、ウクライナへの供与も決まっている歩兵戦闘車で、その運用は1971年から開始されており、西側で初めての本格的な歩兵戦闘車です。武装は中高系の機関砲と対戦車ミサイルの組み合わせで、これ以降に開発された西側の歩兵戦闘車のお手本となった車両とも言えます。また、現在まで段階的なアップグレードが続けられ、電子装備や防御力向上の他に、最新バージョンでは、IED から防御するジャマーや、マルチスペクトル迷彩、いわゆる光学迷彩を装備しているとの情報すらあります。まあ前述したプーマ問題が解決しない限りは、更新を続けながらしばらくは現役に留まることでしょう。ゲパルトは、かつては400両も配備され、対空戦車といえばゲパルト、と言わしめた自走対空砲です。とはいえ、初期の配備から50年を経過し、老朽化、陳腐化が進んだため部隊は解散。ゲパルトもその他の代替手段に順次置き換えられ、残った90両についても予備保管状態に置かれており、実質的には退役しています。陸自の87式自走高射機関砲も、このゲパルトを元に設計された、という噂もあるのでちょっと悲しい気持ち。ちなみに、ゲパルトはレーダーの配置で特許を持っており、87式は、それを侵害しないように設計されたとの話もありますが、だいぶ前に何かしらの特許侵害で、揉めてたような記憶があるんだけど気のせい、知ってる人、コメントお願い。フクスは、兵員輸送装甲車で、主に偵察任務での使用を想定していますが、NATO 主導の平和維持活動にも積極的に使用され、ボスニアなどにも派遣されています。ただし、その防弾能力は、小銃弾を防ぐ程度で最低限の装甲しか持っていなかったため、追加で装着可能な増加装甲や、対 IED、即席爆弾に対応した装甲の取り付けが可能となっています。また、最新型のフクス2も開発され、より多彩な兵器の搭載が可能となっています。本車両はフクス2を含めて世界各国で1000両以上が調達され、さらに1000両ほどの需要が存在しており、最終的にはかなりの数を生産予定で、なかなか人気の装甲車となっています。このフクスに限らず、近年のドイツ兵器は、国内よりも海外に積極的に売り出しているので、予備パーツなども海外優先となっていることから、ドイツ軍の装備不足の一因になっている可能性が否定できません。国防としての使命と、企業としての利益、そのバランスが大事な気がしますが、ウクライナ侵攻前のドイツは、後者に全振りしている印象でしたね。ディンゴ歩兵機動車は、メルセデス・ベンツが販売する大型多目的車両、ウニモグをベースとして開発した兵員輸送防護車で、自衛隊でもわずかに保有している防護機動車、ブッシュマスターと同じような性格の装甲車です。このディンゴは、前述のフクス装甲車よりも防弾性能に優れており、重量も軽いことから、近年の海外派兵には積極的に投入されています。この他にもドイツでは、最新の装輪装甲車であるボクサーの調達を進めており、開発国であるドイツやオランダ以外にも、欧州の複数の国で採用予定の装甲車となっています。このボクサーですが、海外に兵器を売りまくっている国の兵器だけあって、装備も実用的となっており、なんとトイレ付きのタイプもあるそうです。
ボクサーは、世界的にはフィンランドのパトリア AMV と競合する車種なので、自衛隊の次期装輪装甲車の候補に上がっても良さそうなものですが、今回は選定の土台にすら上がらず、パトリア AMV に決定してしまいましたが、どうやら基本重量が重すぎたため、空輸などの輸送の面で不利だったようです。フェネック偵察車は、前述した複数装甲兵員輸送車よりも小型軽量で、機動性も高く、使い勝手のいい装甲車として、ドイツでは200両程度運用されています。増加装甲の装着や IED 防護も可能とされていますが、2007年、アフガニスタンに派遣されたオランダ軍のフェネック偵察車が、IED の直撃を受けて乗員が死亡しています。まあ、いくら防護性があると言っても、爆発物の威力や当たりどころによっては被害が出ますね。はい、このように近年のドイツ軍では、海外派遣を主任務としていたため、金のかかる戦車を大粛清し、小銃や IED に耐えられる程度の安価な装甲車にシフトしており、戦車に代わって相当数の装甲車を調達しましたが、これらについても稼働率は半分程度とされ、残りは予備保管状態に留め置かれており、不足している予備部品を補うために、部品取りとして使われるなど、2個1、3個1の整備が常態化しているとの指摘もあります。パンツァーハウビッツェ2000はドイツの主力自走榴弾砲で、手法はラインメタルが独自に開発した、超長方針の 155mm 砲を搭載し、通常榴弾の最大射程は30キロ、長射程榴弾を用いた場合は50キロと、長い射程を持ちます。また、自動装填装置の搭載で毎分8発の射撃が可能となっており、これらの射撃能力は、自衛隊の99式自走榴弾砲と同程度の能力を持つと思われます。また、パンツァーハウビッツェ2000は即応展開及び即応射撃能力が非常に高いと言われており、陣地に侵入してから砲撃までに必要な時間はわずか30秒、撤収にかかる時間も30秒と、これまで配備していた M109 の5分の1程度の時間となっており、速やかな陣地転換を必要とするこの手の兵器としてはかなり有能で、ウクライナにも供与されている自走砲となっています。それではこれで、陸海空ドイツ全軍の戦力解説は終了です。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークをポチして通知設定をお願いします。